皆さんこんにちは。持田あかりです。今日はトレカケースの編み方をご紹介します。これはトレーディングカードなどを入れて飾ることができるケースです。B8 サイズの硬質ケースを中に入れるデザインとなっています。シンプルなデザインなので、ストラップなど飾りをつけても可愛いですし、カラフルな毛糸で編んでも可愛く仕上がると思います。今まで編み物をしたことがないよという方にも挑戦できるように、できるだけ丁寧に説明していきます。ぜひ動画を見ながら一緒に編んでみてください。それでは、スタート！まずは仕上がりのサイズです。仕上がりのサイズは縦11センチ、横8センチほどになります。B8 サイズの硬質カードケースを中に入れてちょうどいいデザインになっています。こちらの硬質カードケースはセリアで購入したものです。この作品のゲージは細編みで16目17段となっています。使用した毛糸はダイソーアクリル毛糸並太のソフトタイプです。カラーはライラックを使用しました。この毛糸はアクリル 100% の毛糸で1玉あたり 35g 56メートルです。使用針の目安は6から7号です。この毛糸1玉でトレカケースが3つ編めます。もしこれ以外の毛糸を使いたい場合には、同じぐらいの太さの毛糸を用意する必要があります。毛糸の太さが変わると出来上がりのサイズが変わってしまうためです。同じぐらいの太さの毛糸を選ぶには、並太と書いてあるものか、使用針の目安が7号になっているものを選んでください。使う道具は、かぎ針、ハサミ、とじ針、マーカーです。これらはすべて100円ショップで揃うと思います。かぎ針は7号、4ミリを使用します。マーカーは安全ピンやヘアピンなどでも代用することができます。作り方の順番を説明します。まずは裏面を編みます。次に表面を編みます。最後に2枚を縫い合わせて完成です。実際に編み始める前に一つ注意事項があります。編んでいる途中でサイズが合っているかをこまめに確認してください。今回の作品は編み方としては難しいところは特にないのですが、B8 サイズに合わせて編まなければいけないので、サイズが重要になってきます。実は編み物というのは、同じ毛糸、同じ太さのかぎ針を使っても、仕上がりの大きさは編む人によって若干変わってきます。それは人によって編む時の力加減が違ったり、編む時の癖があったりするからです。編み物にはゲージというものがあって、これを参考にするとぴったりの大きさにすることができるのですが、今回はゲージの話は省略します。サイズを確認しながら編み進めていってください。もし少し編んでみてサイズが合わなかった場合には、編み針の太さを変えてみてください。少し編んでみて思ったより大きくなってしまった。もう少し小さくしたいという場合は、細いかぎ針、この場合ですと6号に変えてください。逆に小さくなってしまったので、もう少し大きくしたいという場合には、一つ太い針、この場合だと8号の針に変えて編んでみてください。針の太さを変えることで仕上がりの大きさを変えることができます。編み針を1本しか持っていないから号数を変えるのはできないという場合には、
例えば、少し小さくなってしまった場合でも、ケースを入れれば意外とぴったりサイズになることもありますし、大きめに仕上がってしまったという場合には、中に入れる硬質カードケースのサイズを一回り大きくしたりして対応することもできると思います。それでは編んでいきます。まずは結び目を作って編み針に毛糸をつけます。毛糸を輪にしてこの中に糸を通します。通した毛糸を編み針にかけて引き締めます。この時あまりぎゅうぎゅうにしなくて大丈夫です。少し余裕があった方が綺麗に仕上がります。左手に毛糸をかけ、まずは鎖編みをしていきます。鎖編みの編み方は、編み針の背中で毛糸を押すようにして針に糸をかけ、このループを引き抜く。これが鎖編みです。鎖編みを編むときは、あまりきつく引っ張りすぎないようにしてください。きつく編みすぎると、この次の段を編むのが大変になってしまいます。ではまずは13回鎖編みを編みます。13回鎖編みが編めました。この次は細編みをしていきます。この三つ編みのようになっている方を裏返すと、山のようにポコポコとなっている部分が出てきます。ここに針を刺して細編みをしていきます。編み針から数えて2つ目の山のところに針を刺します。細編みの編み方は、針に糸をかけ引き出す。もう一度針に糸をかけ、この2本のループを引き抜く。これが細編みです。最初の細編みが編めたらマーカーをつけておきます。すべての目に細編みを編んでいきます。この山のところに針を刺し、毛糸をかけて引き出します。もう一度針に毛糸をかけ、2本のループを引き抜きます。12回細編みを編んで1段目が完成しました。それでは2段目を編みます。まずは鎖編みを1回編んで、編み地を裏に返します。この上の部分を見てみると、三つ編みのようになっているところがあるので、一番端の三つ編みのところに針を刺して細編みを編みます。最初の目が編めたらマーカーをつけておくと間違いにくいです。すべての目に細編みを編んでいきます。マーカーをつけてある目が一番最後に編む目です。これ
れで2段目が編めました。同じ要領ですべての目に細編みを繰り返して18段目まで編みます。18段目まで編み終わりました。中に入れるケースと大きさを比べてみるとこんな感じです。最後の部分の毛糸は10センチぐらい引き出してカットしておきます。それでは表面を編んでいきます。編み始める前に大まかな作り方の順序を説明しておきます。まず一番下の部分は裏面と同じように普通に編んでいきます。そしてこの途中からサイドを編み始め、ここまで編みます。ここで一度糸を切り、もう一度反対側のサイドに毛糸をつないで編んでいきます。そして最後に上の部分で両側をつなげていきます。それでは編んでいきます。3段目までは裏面と同じように編んでいきます。まず毛糸を結んで針につけます。鎖編みを13回編みます。13回鎖編みをしたら、次の段はすべての目に細編みです。三つ編みのようになっているところをくるっと裏返して、裏の山のところに針を刺して編んでいきます。最初はこの編み針から数えて、2つ目の山のところに針を刺して細編みを編みます。最初の目が編めたらマーカーをつけておくと目の数を間違いにくいです。残りもすべての目に細編みを編んでいきます。1段目が編めました。2段目と3段目もすべての目に細編みです。2段目を編んでいきます。まず鎖編みをして編み地を返します。すべての目に細編みを編んでいきます。最初の目が編めたらマーカーをつけておくと目の数を間違いにくいです。3段目を編み終わりました。それでは4段目を編んでいきます。4段目からサイドの部分を編み始めます。まずは立ち上がりの鎖編みを1目編んで編み地を返します。細編みを3回編みます。4段目はここまでです。5段目を編みます。立ち上がり鎖編み1目編んだら編み地を返します。そして細編みを3回編みます。5段目はここまでです。このような要領で3目だけ編んでいきながら14段目まで編みます。14段目まで編み終わりました。
編み終わったら鎖編みを一度編んで毛糸を引き出します。10センチくらい引き出してカットしておきます。そしてカットした毛糸を引っ張って最後の鎖編みが小さくなるようにしておきます。では反対側のサイドを編んでいきます。このマーカーをつけてある場所から1、2、3番目の細編みのところに針を入れて毛糸を引き出します。一度鎖編みをします。そして同じ場所に細編みを編みます。次の目にも細編み。マーカーがついているところにも細編みをします。これで反対側のサイドの4段目ができました。5段目を編みます。鎖編みをして編み地を返します。細編みを3回編みます。先ほどのサイドと同じ要領で14段目まで編んでいきます。14段目まで編み終わりました。両側のサイドの長さが同じになっていることを確認してください。それでは15段目でこの両側をつないでいきます。まず鎖編み1回編んで編み地を返します。細編みを3回編みます。細編みを3回編んだら鎖編みを6回編みます。あまりきつすぎないように注意してください。鎖編みを6回編んだら反対側のサイドのこの部分につなげていきます。反対側のサイドの一番最後、一度鎖編みを編んでいますが、鎖編みは無視して細編みを3回編みます。これで15段目が編めました。16段目を編みます。立ち上がり、鎖編み1回編んで編み地を返します。すべての目に細編みを編んでいきます。3回細編みを編むと鎖編みのところに来ます。鎖編みのところはこの三つ編みになっているところに針を刺して細編みを編むか、それが難しい場合はこの穴のところに針を入れて毛糸を引き出して細編みを編む、このどちらでも構いません。やりやすい方で大丈夫です。この鎖編みのところは6回細編みを編みます。鎖編みのところに6回細編みを編んだら、最後はこのサイドのところに細編み3回です。これで16段目が編めました。
17段目と18段目はすべての目に細編みです。18段目まで編み終わりました。編み終わったら毛糸を10センチくらい引き出してカットしておきます。表面と裏面の大きさが同じぐらいになっていることを確認してください。糸始末をします。糸始末というのはこの出ている糸を処理することです。まずは編み地のどちら側を外側にして2つを縫い合わせるかを決めてください。どちら側を外側にしても構いませんので、綺麗に編めている方を外側にするといいと思います。どちら側を外側にするか決まったら糸始末をします。とじ針を用意します。この出ている糸をとじ針に通します。とじ針に通したら、内側にする方の目立たないところに針を入れていきます。これはどこに入れればいいという決まりはないので、目立たないところで糸が入れられそうなところに入れていきます。糸を入れられたらハサミでカットしておきます。糸始末が終わったら、この2枚を縫い合わせていきます。まずは縫い合わせる部分の 2.5 倍から3倍くらい毛糸を切っておきます。今切った毛糸をとじ針に通します。2枚を重ねて縫い合わせていきます。まずはじめは角の部分に針を刺します。2枚の間から針を刺して外側へ向かって針を刺します。その次にもう一度角の場所に針を刺します。今度は2枚一緒に針を刺してください。このサイドの面はだいたい等間隔になるように針を刺して縫っていきます。下の部分はこのように三つ編みになっていると思いますので、
三つ編みの横から針を入れて縫っていきます。最後まで縫い終わりました。糸を始末します。最後の毛糸をまずは内側に入れます。そして内側の今縫ってきたところなど目立たないところに針を入れ、糸を始末します。こちら側の糸端も同じように内側に入れていきます。これで完成です。お疲れ様でした。トレカケースは出来上がりましたか？推しのカラーの毛糸や可愛い毛糸でたくさんケースを作って推しのトレカを可愛く飾ってくださいね。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。